おはようトレーナー。飾ってた生け花古くなってきてたから新しいお花買ってきたよ。それと机の上のあれはうちのパパのグッズの開運ハンカチ。風水的にもいいし素材もすごくいいからプレゼント。あとは窓が閉まってるから開けておくこと。換気は風水の基本だよ。これで運気は今日も大吉祥。それじゃまたトレーニングでね。あれ、トレーナーだ。偶然だね。あ、そうだ、今時間ある？連れて行きたいところがあるの。ってわけでこちら動物園です。お出かけって気を動かすことになるから絶好の開運チャンスになるんだよね。そこで大事なのは吉報院に行くこと。この動物園は君の吉報院でいつか絶対連れて行きたいなって思って。鳴き声？ごめんトレーナー、ちょっと行ってくる。みんな君大丈夫？こんな端っこでどうしたの？みんながいなくなっちゃった。そっか、ご家族とはぐれちゃったのかな。それにしてもこの辺りは乱闘が良くないね。ジメジメしてる。とりあえずお姉ちゃんと迷子センターまで行きましょう。君をもっと素敵な場所に連れて行ってあげる。いた。ごめんね、私が手を離したから。お母さんたちもあっちで探してるよ。早く行こう。ありがとうございました。私は一緒にいただけだよ。見つけられてよかった。気をつけて帰ってね。そうだ、帰り道は真ん中の大きな道を通って帰ってね。幸運の通り道になっているからきっと無事に帰れるよ。幸運の通り道？お姉さんはオカルトの人なの？オカルトってわけじゃないんだけど、でも確かによく誤解されるかも。どうして？学校でね、怪しいことを言う人は子供をさらうって、だから気をつけなさいって言われてて。そういえばさっきお姉さんもっと素敵な場所に連れて行ってあげるって言って。あ、それはね、ここは南東って言って風水的に気が滞っている場所なの。少しジメッとしていてなんとなく気分が落ち込まない？大間の曲がり角、八家の境目にご用心ってことで、この子が少しでもラッキーな場所にいた方がと思って。大間、八家、そんな言葉聞いたことない。やっぱりお母さん。ごめんなさい、びっくりしちゃって。ごめんなさい。やっちゃったな。トレーナーのおかげで助かったよ。やっぱり風水って子供から見るとちょっと怖いのかな。女の子への説明もう少し落ち着いてから話した方が良かったね。たまに言われるんだ、リッキーは圧が強いって。反省。
じ失敗はしないように努めるし、心の乱れにも対策を打つよ。あ、そっか、そうかも。昔ね、パパにも言われたことあるんだ。風水で解決しようって思いすぎる。自分の気持ち、特に弱い気持ちに向き合わない癖があるって。風水は無意識に働きかけるものだから、蓋をするのは良くないの。知ってはいたんだけどまたやっちゃってるのかな。だからどうしよう。風水以外で解決ってどうすればいいんだっけ。気持ち？確か女の子に悲鳴を上げられて胸が苦しくて頭がぼんやりしてて悲しかったのはそうかも。でも誤解されるのはよくあるんだ。だからそれはそんなにショックじゃなかったの。ただね、私もっとうまくできたのにって。そうなの。私いつもは叫ばせたりしない、ラッキーになれるように上手に話せるのにって。そう思ってた。そう思ってたんだ。もう大丈夫。使いが取れた感じがする。やっぱり蓋しちゃってたんだね。助かっちゃった。ありがとうトレーナー。